Okay, so you have access to here? Is there anybody else inside the house? My roommate. Just your roommate by yourself? Yes. Dude, I heard screaming. I don't know if that guy had a gun or a knife. I came running trying to. I couldn't find my phone. So is there somebody else inside? 2020年2月15日、アメリカカリフォルニア州ハリウッドヒルズ。部屋で寝てたらルームメイトの叫び声が聞こえたんだ。深夜、一軒家の前で待っていた男性は駆けつけた警察に慌てた様子で訴えました。彼のルームメイトはエイミー・ハーウィックという女性。男女関係や性の悩みを専門にする恋愛セラピストでした。性的マイノリティへの心理サポートからストーカー化した元恋人との問題解決まで数多くの実績を誇るエイミーはメディアでも引っ張りだこ。男女トラブルの解決においてカリスマ的存在の彼女の家でルームメイトが聞いた叫び声、それはエイミーがストーカーに殺害された際の断末魔だったんです。ストーカーに殺害された恋愛セラピスト。男女の問題を解決する専門家が男女関係のもつれで殺害されてしまった理由とは。異常な執着を募らせた犯罪者はどれほど入念な対策も巧みにくぐり抜けてしまうんです。おさすけんちゃんです。にゃにゃんこです。というわけでね、やにょさん、歌うまくなりてボイトレ通いましょうよ。じゃあボイトレ通いたいんですけど、なんかおすすめのトレーナーの方がいたらね、ぜひね、インスタとかで紹介してほしいんですけど、高音出せないっていうのが僕一つと、めっちゃ低音の曲歌えないんですよ。なんかやっぱさ、人によって音域があるのかな。どうしたらいいの？私知ってるわよ、その出し方。やってみて。本日ご紹介するのはアメリカのロサンゼルスで起きた殺人事件について。殺された方は多くの男女の問題を解決してきた恋愛専門のセラピストなんです。メディアにも頻繁に出演していた有名人だったんです。恋愛専門のセラピストなんて私あんま聞いたことないんだけどさ、でもそんなテレビとか出てて有名な人だったら相当騒がれたんじゃないの？騒がれた理由は彼女が有名人だったからというだけではなくてですね、なんと彼女はですね、自身が解決を得意としていたストーカー被害によって亡くなってしまったからなんです。いつもと変わらぬ穏やかな夜を過ごす予定だった女性。しかし自宅からはただならぬ叫び声が聞こえてくるんです。バレンタインの悲劇。2020年2月15日、アメリカカリフォルニア州ハリウッドヒルズ。深夜、鼻歌混じりに家路に着いたその女性はエイミー・ハーウィック。華やかなドレスを身にまとった彼女はついさっきまで友人たちとバレンタインを記念するパーティーに参加していたんです。明日からまた仕事頑張らなきゃ。楽しいひとときでリフレッシュしたエイミーは自分を待っているクライアントたちの顔を早くも思い浮かべていました。エイミーは男女のトラブルや性の問題を解決する恋愛セラピスト。メディアやイベントにも頻繁に出演している彼女は業界でも有名なカリスマ的存在だったんです。上機嫌に自宅の玄関をくぐったエイミー。彼女は知る由もありませんでした。自室で待ち構えているその男の存在を。エイミーが帰宅して間もなく家中に響いた彼女の悲鳴と何かが強く叩きつけられるような音。エイミー。ベッドから身を起こしたのはエイミーのルームメイトマイケル・ハーマン。すぐに侵入者の存在に気がついた彼は大急ぎで外へ飛び出すと必死に隣の家の扉を叩きました。助けてください、ルームメイトに何かあったみたいなんです。しかし深夜1時を回ったその時間帯に民家から人が出てくる気配はありません。911へ通報しようにも慌てていた彼は携帯を自宅に置いたまま。エイミーのことは気がかりでしたが、侵入者が凶器を持っている危険性を踏まえると安易にその家に戻るわけにはいきませんでした。結局マイケルは自宅の前の通りで運よく歩行者を発見。携帯を借りてようやく警察を呼んだんです。女性がさ、一人で家に残されてるって考えたらちょっとこれ助けに行くかどうか難しいところじゃない。だって相手は刃物持ってるわけでしょ。被害者が増えるだけになる可能性もあるわよね。ほんとそうですよね。自分で助けるよりも警察へ助けをね求めたマイケルの判断っていうのは正しかったと思います。その後警察が駆けつけるとすぐに状況を説明し始めたマイケル。ルームメイトの悲鳴と何か大きな音が聞こえたんです。犯人が銃やナイフを持っているかは分かりません。分かりました、落ち着いて私たちに任せて。警察はそう言うと家の中へ。そしてそれは警察が裏庭を訪れた時。大丈夫ですか？家の裏庭ではエイミーが息も絶え絶えの状態でもがき苦しんでいました。彼女はその裏庭に3階のベランダから放り投げられたんです。
マイケルが悲鳴と同時に聞いた何かを叩きつけるような音は彼女が裏庭に落下する音。エイミーにはかろうじて息がありましたが、この約2時間後、彼女は搬送先の病院で亡くなってしまうんです。死因は鈍器による頭部や胴体の損傷、首元には強く絞められた跡も残っており、侵入者によって繰り返し暴行を受けたことは明白でした。3階にあるエイミーの寝室はひどく荒らされており、床には致死量のニコチンが入った注射器も。周辺の監視カメラには黒ずくめの怪しい白人の男がうろついている様子が映っており、その男が犯人だと考えられました。そして現場で姿を見ていないにもかかわらず、ルームメイトのマイケル、その他エイミーの家族や友人は口を揃えてこう言ったんです。犯人はあいつに違いない。みんな犯人に心当たりありそうじゃない？そうなんです。実はエイミーはその男と事件の1ヶ月前にトラブルを起こしていたんです。10年の執着。事件の約1ヶ月前の2020年1月16日、エイミーはホテル JW マリオットロサンゼルスで開催された XBiz アワードというポルノ映画の授賞式に出席。出席予定だった別のメンバーが急遽辞退したため、精神医療の専門家という立場でエイミーが招かれることに。一度歩いてみたかったのよね。会場のレッドカーペットを前に嬉しそうに笑みを浮かべるエイミー。XBiz アワードはアカデミー賞の前哨戦とされるゴールデングローブ賞と肩を並べるほどの栄誉あるタイトル。代打とはいえ、その会場にゲスト出演することはエイミーにとって非常に光栄なことだったんです。そうやってエイミーが会場の豪華な雰囲気に浮かれていると、おい、この偽善者がずいぶん偉くなったみたいじゃねえか。エイミーをまっすぐに睨みつけ吐き捨てるようにそう言った男。首からカメラをぶら下げたその男はガレス・パースハウス XBiz アワードに招かれたマスコミ関係者でした。エイミーの姿を見た途端、目の色を変えたガレスはそこから声を荒げ始め、彼女を罵倒。お前のせいで俺の人生は台無しになったんだ。散々コケにしやがって。落ち着いて、ここで騒ぐのは良くないわ。いやなんかちょっといきなり穏やかじゃないわね。このガレスってやつがエミーの周りの友達みんな言ってたやつってこと？そうなんです。2人のね、様子からも分かるように、エイミーとガレスにはずっと昔から確執があったんです。ガレスが騒ぎ始めた後、彼の手を引いて会場を出たエイミーはトイレ脇のベンチに2人で座り、必死に彼をなだめました。あれはもう昔のことよ。お互い大人なんだし、蒸し返すのはやめましょう。一方でエイミーが何を言っても、ガレスは両手を振り上げ、今にも殴りかかりそうな勢いで怒り狂うんです。何が昔のことだ。絶対に許すのか。何も変わってないのね。エイミーは目の前で顔を真っ赤にするその男にうんざりした様子で彼との過去を思い返していました。事件の約10年前の2010年の初め、エイミーには新しい恋人ができました。ダンスイベントの会場で知り合ったその男は、そう、カメラマンのガレス。エイミーは当時から魅力たっぷりの女性。パーソナルトレーナー兼モデルだった彼女は、美人なのはもちろん、パーティーで皮膚芸を披露するなど何にでもチャレンジするアグレッシブな面も。優しい性格のエイミーには友人も多く、ガレスは誰からも好かれる彼女に一瞬で夢中になったんです。しかし、ごめん、彼が帰ってこいって言ってるから、私もう行くね。また？ちょっと異常じゃない？エイミーとガレスの関係性に思わず眉を潜める友人。そう、ガレスは異様なほどにエイミーに執着し、彼女を自分の言いなりにしようとしていたんです。ただ友人たちがこぞってあの男はやめとけと言っても、エイミーはその関係性を悪くは思っていなかったんです。実はエイミーは幼い頃から実の両親がおらず、養子として育った女性。養父母は非常に大切に育ててくれましたが、血のつながった家族がいないことに無意識に葛藤を抱いていました。そのためエイミーは、たとえそれが執着だとしても、人から強く求められることに安心感を覚えていたんです。養子として育った人にもなんかその人特有の心理みたいなものがあるわけ？そうなんです。実は家族と血のつながりがないっていう事実は、人によってはね、相当なストレスを与えるものだったりするんです。というわけで本日のメトラーキーワード、養子縁組のストレスについて。養子縁組で育てられる子供は通常より心理的ストレスがかかりやすい傾向にあるとされています。原因は養育者が変わったことによる絆の希薄さ、実の親ではないと分かった時の精神的ショックなど、家族と血のつながりがない事実は知らず知らずにいつ見捨てられるかわからないという心理的ストレスを子供に与えているんです。2005年のスペイン・セビリア大学の研究によると、養子は発達地帯を示す割合が通常より 52.4% 高いとされているんです。時に障害につながってしまうほど心に葛藤を抱きやすい養子縁組。養子として育ったエイミーもまた家族に捨てられることを恐れ、とにかく人から求められることに安心感を覚えていたんです。最初のうちはそうやってガレスの束縛にもある種の心地よさを感じていたエイミー。しかし2人の関係性はすぐに穏やかではない状態に陥っていくんです。交際から1年が過ぎようという頃、エイミーはガレスに対して接近禁止命令を申し立てたんです。
接近禁止命令は DV 加害者などに被害者への接触を法的に禁じるもので、日本では半年間と定められてはいますが、カリフォルニア州では裁判によって5年まで延長が可能。エイミーはガレスに対し2011年と2012年の2度にわたってこの接近禁止命令を申し立てていました。そう、ガレスのエイミーへの異常な執着はやがて DV へ変わり、彼女は首を絞める、殴る、蹴る、壁に打ちつけるなどの暴行を日常的に受けるように。こうして約1年半の交際の末、接近禁止命令が施行され、ガレスとエイミーの関係は終わりを迎えることに。しかしその後もネット上の誹謗中傷や勤めていた会社にモデル時代のヌード写真を送りつけられるなど、ガレスだと思われる匿名の嫌がらせが続きました。この頃エイミーはすでにカウンセラーとして働き始めてはいましたが、この嫌がらせで精神を病み、一度はその道を断念してしまうんです。なんとなくなんかそういうことなんだろうって思ってたけど、めちゃくちゃ粘着質な男ね。最初にね、エイミーが要求を受け入れてしまったことが、ガレスを調子づかせてしまったんですよ。ただエイミーのこの後のキャリアについては、ガレスのこの問題行動があったことがきっかけでもあったんです。一時休職を余儀なくされるほどに追い込まれたエイミーですが、彼女は次第に自分のその経験をカウンセリングに生かそうと考え始めるんです。経験者だからこそ理解できる悩みがあるはずよ。一年発起したエイミーはここから男女関係や性の悩みを専門にする恋愛セラピストを名乗るように、ストーカー被害をはじめセックスワーカーや性的マイノリティ、一夫一妻制に馴染めない人々など多くの人の問題を解決していきます。このようにしてエイミーはガレスとの苦い思い出を清算し、自身の肥やしにしていこうとしていたんです。一方でガレスの接近禁止命令の期限は3年。破局から8年後、彼に再会してしまったことがエイミーにとっては運の尽きでした。こうして迎えた2020年1月16日、XBiz アワードの会場でエイミーと再会すると、怒涛の勢いで罵声を浴びせてきた元恋人のガレス。彼女はとにかくガレスを落ち着かせることに労力を取られ、楽しみにしていたイベントも散々なものになってしまったんです。ガレスの執念深さを知っていたエイミーは、イベント以降、催涙スプレーを携帯するようになったほか、ホームセキュリティシステムの導入、男性の友人と GPS で位置情報を共有するなど、ガレスのストーキングに備え、しかるべき対策を取っていました。それにもかかわらず、悲劇を防ぐことはできなかったんです。2020年2月15日深夜1時、友人たちとパーティーを堪能したエイミーは、その余韻も冷めやらぬ様子で帰宅した。今日は本当に楽しかった。写真を送っておいて。友人へのメールを打ちながら3階の寝室へと歩みを進めるエイミー。そして彼女が寝室の扉を開けると、元恋人のガレスが鈍器をぶら下げて待っていた。お前だけは許せない。ガレスとエイミーはそこから揉み合いに。最終的にエイミーをベランダへ追い込んだガレスは裏庭へと彼女を突き落とした。いやー、もうちょっと帰ってきたら家の中にいるやつが一番怖いんじゃないのよ。気持ち悪すぎる。しかもエイミーはホームセキュリティもちゃんと導入してね、ルームメイトとシェアもね、していたのに起こってしまったんですよ、これ。なので、ちゃんと防犯対策をしていたにもかかわらずね、これが起きたっていう事実がほんと怖いんですよ、これ。事件後、警察は元恋人のガレスが1ヶ月前にエイミーとトラブルを起こしていたことや、過去に接近禁止命令が出されていた情報をもとに彼を逮捕。エイミーの爪にはガレスの DNA が付着しており、犯行は疑いようもありませんでした。事件の日、彼は3階の窓を割ってエイミーの自宅へ侵入し、そこで4時間も彼女を待ち伏せしていたといいます。窓が割られた際、ルームメイトのマイケルは家にいましたが、1階と3階の位置関係からそれほど物音は気にならなかったというんです。ガレスはそうした家の状況もよく把握していたのでしょう。周辺の監視カメラの近くを通る際にも、彼は顔が映らないように手をかざしていました。裁判においてガレスはエイミーへの殺意を否定。しかし当日、致死量のニコチンが入った注射器を持参していたことから、その言い分は認められず、事件から3年後の2023年9月28日、第1級殺人で有罪となったガレスは仮釈放なしの終身刑を下されるんです。ちなみに事件後、エイミーの死を悼んだ友人たちは Justice for Amy と題した署名活動を展開。 DV 被害者に対する法的保護の拡大を求めるこの署名運動は約10万人に支持され、 DV の前歴がある者に銃の所持を制限する新たな法案が可決される運びになりました。恋愛セラピストを名乗っていたエイミーが元恋人によって殺害されてしまうという想定外の結末を迎えた今回の事件。一方で異常な執着を持つ恋人との過去があったからこそ、彼女が男女の問題解決に長けていたこともまた確か。少し対策しただけでは難なくくぐり抜けてしまうストーカー。あなたはその脅威からどうやって身を守りますか？
警察に銃を乱射し生配信した15歳の男女。彼らが民家に立てこもり続ける理由とは。2016年11月14日、ロシア・プスコフ州北東部の村ストルギ・クラースニエに向けて走る車の中で不安げにスマホを眺めているその女性はオルガ・ムラビエフ。彼女は3日前に失踪した息子デニスの SNS が更新されるのを今かと待っていました。お願いデニス、変な気を起こさないで。この日、母オルガは失踪した息子デニスとその恋人がストルギ・クラースニエの村で発見されたと連絡を受けました。そのため警察とともにその村へ向かっていたのですが、2人が民家に立てこもってもう何時間も出てこないと聞き、気が気ではなかったんです。そうやって母オルガが気をもんでいた時のこと。デニス？突如 SNS 上で配信を始めた息子デニスとその恋人カーチャー、2人は配信画面上で警察に向け銃を乱射していたんです。警察への銃乱射を生配信した少年少女。15歳の2人が抱えていた葛藤とは。一見ただの暴走に見える2人の行動は最愛の人を守るための逃避行だったんです。おさすけんちゃんです。やみやみかんです。今回はロシアの事件なんです。15歳のカップルが民家に立てこもり警察に向けて発砲するという前代未聞の事件なんです。15歳ってさ、中学生ぐらいの年でしょ、一体何の目的があって立てこもるわけ？2人のね配信をね見てると終始笑ってねふざけてるように見えるんですけど、この2人のね実情とか背景とか知ってると心苦しくなる内容なんです。これは立てこもりの現場から突如として配信を始めた2人。現場で一体2人は何を語るんでしょうか。止まれない2人。2016年11月14日、ロシア・プスコフ州。その日の昼頃、警察の車に揺られ、プスコフ州北東部の村、ストルビ・クラースニエに向かっていたその女性は、オルガ・ムラビエフ。デニス、お願いだから変な気を起こさないで。デニスというのは、彼女の15歳の息子。デニスはこの3日前、恋人のカーチャ・ブラソワを連れて失踪していたんです。そしてこの日、今向かっているその村で2人が発見されたと連絡を受けた母、オルガ。彼女は息子とその恋人の身を案じながら、村への到着をじっと待っていたんです。その時でした。デニス！動画配信サイトペリスコープを通じ突如配信を始めたデニスと恋人のカーチャー。配信画面に映った2人は民家の窓から警察に向かい発砲していました。パパやママとはもう絶対に一緒に暮らしたくない。私たちには武器があるのよ。何があっても出ていかないわ。それぞれショットガンとピストルを手にしていたデニスとカーチャー。2人は民家に立てこもり駆けつけた警察への威嚇射撃を繰り返していました。2人はまだもう15歳でしょ、なんでそんな子たちが銃なんか持ってるわけ？実はね、この2人はその家に銃があることをもともと知ってたんです。一体どういうことなんでしょうか。デニスとカーチャが侵入した民家はカーチャの父親が所有している別荘。カーチャの父親は特殊部隊の兵士だったためその家にも武器庫があったんです。警察にね、撃っていいかって聞いたらイエスって答えてから撃ったのよ。そしたら向こうは何もやり返してこないんだもん。面白くない。カメラに向かいおどけた様子でそう話すカーチャ。2人はそこからインスタントラーメンを食べたり銃で破壊したテレビを窓から放り投げたり終始楽しそうに笑いながら配信を続けていました。緊張感など微塵も感じられない2人の様子。しかし配信の視聴者から寄せられた一つのコメントをきっかけに彼らが決して悪ふざけで立てこもっているわけではないことがわかるんです。お願いだから正気に戻ってくれ。君たちはまだ若いんだ。コメントを見たカーチャは言いました。あなたは私たちが何をしでかしたか分かってない。もし外に出たら警察に射殺されるわ。だろうね。それか捕まって懲役25年くらいにはなるんじゃないかな。これ一攫射撃しただけでしょ？武器捨てて出てくれば警察も撃ち殺したりなんてしないでしょ？2人のね犯した罪っていうのは警察にね発砲したっていうことだけじゃなくてまた別のものがあるんですけど、それは後でねまた触れるとして、そもそもなんで2人はこんな犯行に及んだのかっていうそのね理由なんですよ、重要なのは。その理由を知るにはカーチャとデニスがどのように出会ってね、その後どのような関係を築いていったかっていうのを辿っていく必要があるんです。足りないもの。デニスとカーチャが知り合ったのは2人が事件を起こす約10ヶ月前、2016年の初めのこと。中学校で隣のクラスだった2人は SNS を通じて連絡を取り始めます。デニスはもともとカーチャのことを知りませんでしたが、一方のカーチャはずっとデニスと連絡を取りたいと思っていたんです。デニスはお調子者でクラスの人気者、さらに将来は医者になると話す彼は勉強にも懸命に励み、キックボクシングも習っていてスポーツ万能、見た目もイケメンだったため女子からも注目の的だったんです。勉強もスポーツも
もできてイケメンでって何の日の打ちどころのない子じゃないのよ、こんな子が犯罪を犯しちゃうわけ？ほんとその通りで、もともとデニスはね、心優しい子ではあったんですけれども、カーチャとね、つるみ始めて、そして付き合い始めてから、だんだんね、悪い影響をね、受けていったんですよ。 SNS をきっかけに繋がった2人は放課後にデートを繰り返すように。そしてそれは2人が出会って最初の春休みのこと。その日の夜11時、デニスの母オルガはスマホを耳に当て不安げにコール音を聞いていました。その日デニスは友人の家に泊まりに行ったのですが、出かけたきり連絡が取れなくなっていたんです。心配になった母オルガはデニスではなく彼の友人に電話をかけることに。すると電話に出た友人はこう言ったんです。デニスならもう寝ましたよ。母オルガはすぐに友人が嘘をついていると気がつきました。あの子が11時なんかに寝るわけないわ。どんだけ普段夜更かししてんねん。そこから街へ繰り出し、必死になってデニスを探し回ったオルガ。深夜3時、街を徘徊していた彼は恋人のカーチャと共に警察に連れられ家に帰ってきました。あなたみたいな年の女の子がこんな時間に男の子と歩いてて恥ずかしいとは思わないの？両親は何を考えてるの？息子の恋人カーチャをそう言って怒鳴りつけた母オルガ。オルガにとってカーチャは心優しい息子をそそのかす不良娘にしか見えなかったんです。しかしカーチャの次の言葉に母オルガは思わずあっけに取られます。両親は私のことなんてどうでもいいんです。悲しげな表情でそう口にしたカーチャを前に何か深い事情があることを察したオルガ。その日からオルガは息子デニスにこう促すようになったんです。カーチャを家に呼んであげなさい。あら、お母さんは息子の恋人が何を考えてるか聞き出そうとしてるのかしら？そうなんですよ。このね、お母さんって本当に優しい人で、息子に悪影響を与えてる彼女さんではあるけど、カーチャとは仲良くしていこうかなってぐらい本当に心の広い女性だったんです。オルガはフランクな母親として知られており、息子デニスの友人が家に来た時にはいつも誰とでも親しく話していました。デニスとも非常に仲が良く、親子で SNS のアカウントを共有しているほど、デニスは母オルガに SNS でどんなやり取りをしているか見られていることも一切気にしていませんでした。そしてデニスの恋人カーチャを家に呼ぶようになった母オルガは彼女とも密にやり取りを交わしました。カーチャはデニスの家に入り浸るようになり、母オルガと買い物に出かけたり、デニスの妹と一緒に絵を描いたり、本物の家族のようになっていったんです。そんな日々の中、母オルガは時折カーチャが次のように話すことが気になっていました。大人で話したいと思える人はオルガおばさんだけだよ。カーチャの家の事情が気になりながらも踏み込んだことは聞けずにいたオルガ。しかし彼女はこの後ついにその事情に踏み込まざるを得なくなるんです。デニスがカーチャと交際を始めて半年後の夏、母オルガは不適切な養育者として学校の警告を受けるんです。原因は勉強熱心だった息子デニスが学校をたびたびサボるようになっていたため、彼は学校へ来たと思えばタバコをふかし、教師に反抗的態度をとっていました。デニスは明らかにカーチャから悪影響を受けていたんです。これは結局カーチャが不良少女だったってこと？というよりもね、デニスがカーチャに共感しすぎてしまったっていうことが原因なんです。というわけで本日のメトラーキーワード、共感疲労について。共感疲労とは、他人が経験した困難やトラウマに共感することで、あたかも自分が経験しているかのように心が疲弊してしまうこと、やる気が出ない、イライラする、何もないのに涙が出るといった心理的な症状だけではなく、頭痛や吐き気、不眠などの身体的症状を伴うこともあるんです。共感疲労は主にカウンセラーなど悩みを聞く職業の人に現れやすい症状ですが、昨今は SNS の普及により一般層にも発症する人が増えているんです。2024年1月の能登半島地震の際は、被災地のニュースが SNS に多数流れた影響で共感疲労を発症し、精神科を受診する人が増えたという話も。共感疲労は誰にでも起こり得るストレス反応で、感受性が強い人、気遣いができる人、責任感が強い人は特に注意が必要だと言います。これつまりデニスは母ちゃんの悩みを聞いてるうちにどんどん疲弊しちゃって元気出なくなっちゃったってこと？精神科からね、正式に言われたわけではないんですけど、状況から察するにそうだと思います。そうなると気になるのは、カーチャは一体どんな悩みを抱えていたのか。この後ね、デニスの母オルガはですね、カーチャがどんな悩みを抱えているのかっていうね、その悩みを作り出したね、元凶を知るね、場面に出くわすんです。少女の帰る場所。2016年11月5日、デニスの部屋からはいつになく激しく言い争う声が聞こえていました。もう知らない！顔を真っ赤にして家を飛び出していった恋人のカーチャ。驚いた母オルガがデニスに事情を尋ねると、彼は大声で母親を怒鳴りつけたんです。関係ねえだろ！結局2人は家でホッケーの試合を見るか、外に遊びに行くかで言い争いになっただけでしたが、デニスは腹の虫が収まらず、家族に当たり散らしてしまうんです。そんな些細なことで喧嘩になってしまった理由は、この3日後に明らかに。母さん、怒鳴ってごめん。
めん。母ちゃんとの喧嘩から3日後、そう言って母の SNS に連絡を入れてきたデニス。彼は何かあると部屋に閉じこもるのですが、ほとぼりが冷めるといつも SNS で様子を伺ってから家族の前に姿を現すんです。デニスはお詫びにと言ってネットでレシピを調べながら母と妹にサンドイッチを振る舞いました。早く母ちゃんとも仲直りしてきなさい。息子が作ったサンドイッチを頬張りながら笑顔でそう促した母オルガ。この後彼女はその母ちゃんから送られてきたメッセージで事態が想像より深刻だと悟るんです。オルガおばさん、今晩泊まってもいいかな。家には帰りたくないの。さっきパパに殴られたから。そう、母ちゃんは父親から虐待を受けていました。父親の暴力は日増しにエスカレートし、彼女はデニスにもそのことを相談していたんです。しかし2人の力ではどうすることもできず、苛立ちを募らせた結果、些細なことで大喧嘩をしてしまったんです。ちょっと難しいもんだよね。いくら家族ぐるみの付き合いだって言っても、オルガが母ちゃんの家庭の問題まで首を突っ込んでいいものかって、それはちょっと悩むわよね。ほんとそうですよね。やっぱり自分の家族だったらもっといけるんだろうけどね。そうよ。遠慮しちゃうところはありますからね。まあその後ね、母オルガはですね、自分のね、独自の方法で、母ちゃんを救おうとはするんですけど、結局ね、彼女を救うことはできなかったんです。その夜、家出していた母ちゃんを一旦は自宅に呼び寄せたオルガ。その後、母ちゃんの両親はすぐに彼女を迎えに行きました。そして、この不良娘が人様に迷惑かけやがって、そう言って母ちゃんの首根っこを掴むと、力ずくで部屋から引きずり出した彼女の父親。彼は階段を降りる途中、母ちゃんの頭を思い切り壁に叩きつけました。その様子を青ざめた顔で見ていたデニスの母オルガ。彼女は翌日、母ちゃんの SNS に謝罪のメッセージを送ります。何も考えずに両親を呼んだりしてごめんなさい。私が悪かった。すると母ちゃんからこんな返事が来たんです。いいの。オルガおばさんに悪気がないのは分かってる。それでね、私死のうと思ってるんだ。その日、すぐに家に母ちゃんを呼び出したオルガ。彼女が自殺のことを問い詰めると、母ちゃんは大丈夫、考え直したと言っていたんです。しかし、オルガが息子デニスの SNS を覗くと、2人は確かに自殺の計画について話し合っていました。あれは母ちゃんを落ち着かせるために送っただけなんだ。絶対自殺なんてしないから、母さんは心配しないで。息子デニスはその場でそう弁解しましたが、3日後、彼は恋人の母ちゃんを連れて姿をくらませてしまうんです。オルガはすぐに捜索願いを提出。そして、2人の捜索に奔走する中で、新しくサンクトペテルブルクにアパートを借りる契約を進めていました。母ちゃんをあの両親の元には置いておけない。私が守ってあげなくちゃ。そう、彼女は母ちゃんを両親から引き離し、自分が一緒に暮らすつもりでいたんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。